パリオリンピックは成功だと思いますか？僕はあれは経済効果としてはパリオリンピック失敗だと思うんですよね。ツイッターでも書いたんですけど、結局オリンピックになるぞっていうのを昔からパリオリンピックになるよっていうのを言われてたので、普通の観光客が一切来なくなったんですよ。オリンピックを見に来る観光客はいるんですけど、それ以外の観光客が一切来ないっていう状態になって、主要な美術館もちょこちょこ閉鎖したりとか、あと地下鉄の料金も値上げになってるんですよね、オリンピック期間中。ということで、オリンピック以外の観光客がほぼいなくなったので、お店とか街とかめちゃくちゃ空いてたんですよ。自家用車もパリに乗り入れ禁止になったんですよね。パリに住んでる人か、タクシーとか運送用のトラックとかっていう車だけがパリの中入れるっていう状態だったので、パリに住んでると道路がめちゃめちゃ空いてて過ごしやすい。なので逆に言うと、オリンピック以外の売り上げがほぼほぼ下がってて、オリンピックの会場近くとかはレストランもあるんですけど、会場のないところの地域というのは観光客が全然いないので、なので売り上げは下がってるっていう、そういう感じじゃないかなと思うんですけど、さらに会場に近すぎると、今度は封鎖されてる地域になるので、そうすると封鎖されてる地域って、オリンピックのチケットを持ってる人しかその地域に入れないっていうことになっちゃってるので、お店を開いてたとしても、普通の人が来れないよねっていうので結構厳しいっていうのがあって、経済効果としては実はマイナスっていうところのオチなんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ政治っていうのは基本的に自分たちがやったことは成功であるって言い続けるっていうのをやるので、なのでフランスのマクロン大統領とか、パリ市長のイベなんとかさんとかは成功したんだ、やったーって言うと思うんですよね。今のところ僕がパリオリンピックでは最悪だなと思ってるのは、トライアスロンをセーヌ川でやったんですよ。ちゃんと確認してるわけじゃないんですけど、パリの街というのが300年前に作られた街で、その当時って下水道という概念があんまりなかったはずなんですよね。で、一応今でも15区、エッフェル塔の近くの方に下水道はあるんですけど、じゃあパリのすべての家屋の下水がわざわざエッフェル塔の方まで下水を流して、そこで処理をしてセーヌ川に流してるのかっていうと、僕違うと思うんですよね。300年前で川沿いとかだったら、もう勝手に流しちゃえばいいじゃんっていう。パリの街って地下にいろんな洞窟があったりとか、水路があったりとか、地下室があったりっていうのを勝手に作ってて、流しちゃったもん勝ちなんですよね。300年前から。300年前から流しちゃったもん勝ちだから、そうするといくら綺麗にしようと頑張ってたとしても、ずっと魚が入り続けるんですよ、川に。なので結果として、開会式やろうとした時に、セーヌ川汚すぎて開会式できないよねっていうので、汚い状態だったんですよ。なのでこんなところで水泳できるわけないよねっていうところだったんですけど、で、そこからでトライアスロンをやってしまった人がいて、ベルギーの女性選手が通常だと見たくもないものが口に入るような状態だったっていう表現をしていて、体調を悪くして、で、確かね、食中毒ではないけど、吐いた選手がそのまま体調悪くして、入院になったのかなベルギーかなんかで。で、その後の試合も出れなかったとか、確かそんな感じだと思うんですけど、っていうのがあるので、ちょっとさすがにきついよねっていう。なので、選手の、審判の誤審があるとかは、どの大会でもそれなりにあるんですよ。クーラーがないから暑いとかっていうのも、暑いぐらいは他の地域もありますよとかなんですけど、さすがに人間が泳いじゃいけないとこを泳がせて、病気にするっていうのは、それは完全アウトでしょって思うんですけど、感染症になったんだ。いやー、だからね、残念ながら運はつかなかったみたいですね。なので、それはさすがにちょっとね、お台場の方が全然マシっていう。だからそういう意味では結構大変だったんじゃないかなと思うんですけども、はい、オリンピックどうでしたか？柔道2試合とフェンシングを見たんですけど、前にも言ったかな？オリンピックの金メダルの試合というのを団体戦を見たんですけど、日本とチェコが団体戦の金メダル争いをしているところで、会場はフランスじゃないですか。で、フランスは3位決定戦で負けて4位だったんですけど、金メダル争いを日本人の選手とチェコの選手がやってる最中に、競泳で金メダルを取った女性がいたんですよ。で、それを携帯で見てたフランスの人たちが、フランスの国歌を歌い出すっていうのがあって、で、多分現場の金メダル争いをしている日本の選手とチェコの選手は、フランスの人たちがなんでフランスの国歌を歌い出したのか、そもそもフランスの国歌を会場で歌ってるのは、日本に対しての応援なのか、チェコに対しての応援なのか、どっちだかわからんっていう、そういう謎な状態になってたと思うんですよ。日本人とチェコ人ペットみたいななんだそれっていう感じなんですけど、フランス人はやりたいようにやる人たちなので、金メダル取ったら嬉しいよねっていうので歌い始めちゃうっていう。はい。この下
柔道個人戦男性の80キロ級だったかな、あれで優勝した選手が金メダルを取ったルカさんっていう選手なんですけど、で、実はフランスで優勝した選手がジョージア出身なんですよね。ジョージアに住んでいて、で、ロシアに攻められて、難民になってフランスに来て、で、フランスで柔道選手として活躍して金メダルを取ったっていう。なので、フランスとして金メダルを取ったと言っていいのか、ジョージアの人が金メダルを取ったと言っていいのかっていうのは結構難しいところですけど。とはいえ、フランスの国歌が流れて、フランスの国旗をつけてる選手で優勝したので、フランス人はお喜びっていう、そういう感じでしたね。フランス国歌なのかは選手もわかんないです。いや、多分フランスの国歌は、オリンピック来てる人みんなわかると思うんですよね。多分一応その国の国歌、あれ開会式でも確か流れなかったっけ？大体その国の国歌は一応みんな聞くんじゃないかな。性定関連トランスジェンダーはどちらの性でスポーツすれば方々なのでしょうか？男性。元男が男の顔を持っているので、既遂女性よりも力が強く、元女もテストステロンを投与しているので、既遂女性より力が強いので、性転換前の性に合わせて、性転換後の性に合わせて、男の力を持つ人が女性もらえる気がします。かといって、性分に既遂女性的であることがあって、男性もらえると気がわかります。僕は囲碁と将棋と同じルールでいいんじゃないかと思っていて、囲碁って女性棋士だったり、将棋も女性部門っていうのがあるんですけど、囲碁も将棋も男性部門はないんですよ。男女勝手に出て強いやつが勝つよねっていう部門と、女性だけの部門に分かれてるんですよ。なので、女性でも男性しか出てないように見える大会に出てもいいんですよ。ただ勝てないんですよ。なので、別に僕、性別無関係部門の方に男性だったり、もともとテストステロン量が多くて筋肉強いです。ただ、生殖体としては XX ですっていう人も出るみたいな形で、なので、無差別性別級と女性部門っていう2つで分けるっていうのでいいんじゃないかなと思うんですけど、ただね、時間の問題で、パラリンピックに勝てない気がするんですよね。結局その400メートル走でパラリンピックでめちゃくちゃ速い人がオリンピック出ようとして予選で落ちたんですけど、人類の人間の構造上、多分足で走るより、両足もしくは片足を義足にした方が速いのではないかっていうのがあったりするんですよ。所詮カルシウムで作られる骨より、カーボンとかファイバーで作られた足の方が反発力も高いし軽いし、構造上効率いいよねっていうのが、実は理論上そうなっちゃうんですよ。なので、今のうちパラリンピックはまだオリンピックに比べると成績悪いよねってなるんですけど、科学技術が進めば進むほど、パラリンピックの方が性能高いよねってなっちゃうと思うんですよね。カーボンファイバーで作ったバネを使ってバインバイン走って飛ぶんですよ。ももの力でそれがこう前に出せるのであれば、あとはカーボンファイバーのスプリング性を使えるんですよ。で、人間の足ってバネの構造ってあんまりないんですよ。一応、かかとのあたりがバネになってるみたいなので、マサイ族がそれ飛んでるとか言われるんですけど、そうは言っても完全にカーボンファイバーで作られたバネでバインって飛ぶっていうので、やっぱ勝てないんですよ。っていうのがあるので、多分時間の問題で僕はパラリンピックが上の方に行くと思うんですよね。例えばじゃあ義手 OK にしちゃったら、アーチェリーとか、射撃とかって、通常の人間はもう絶対勝てないですよ。義手つけて射撃しますって言ったら、もう 100% ビシッて当てて、そこにバーンって言ったら、もう絶対そこ飛ぶじゃないですか。だからそういう意味でいくと、科学技術ありなサイボーグと生身の人間どっちが強いのって言ったら、やっぱりね、重課金おじさんには勝てないんですよ。無課金おじさんがなんで人気だったのかっていうのは、結局それ生身だから人気なので、でも結局重課金を続けていくと、めちゃめちゃかっこいいゴーグルとか、体の指のサポートをしますとかっていう、もうサイボーグ大会が始まっちゃうんですよね。で、サイボーグオリンピックもそれはそれで楽しいんだけど、そういう意味でいくと、パラリンサイボーグ部門と、無差別生身部門と、無差別女性部門の多分3つに分かれるぐらいがオリンピックは面白いのかなと思うんです。現実自分の足切る人いるんですよ。別にオリンピック関係なく、自分の足を伸ばしたいというので、足の骨をバーンと折りますと。で、折った後に、ここをちょっと伸ばすんですよ。で、ちょっと伸ばして、ここに5センチぐらい開くじゃないですか。で、開いた部分というのを人間はカルシウムで埋めていくんですよ。なので、そこで5センチ伸ばすっていうのができるんですよ。で、それね、2回までできるらしいんですよ。なので、折って5センチ伸ばして、折って5センチ伸ばしてっていうので、10センチ伸ばすっていうのを、確か日本の整形外科医の人でやってる人いると思うんですよね。なので、普通にサイボーグ部門っていうのは今後も増えていくんじゃないかなと思いますけど。それで無課金。そうなんですよね。オリンピックでいう射撃競技って、弾は飛ばないので、なので、その光が出て、その光が的に当たるかどうかっていうので決めるので、銃の持ち方とか構え方っていうのが実銃と変わるんですよ。
トルコの無課金おじさんの場合って、体の正中線に合わせてちゃんと銃をまっすぐ向けてこうやって撃つんですけど、割とそうじゃない国の人たちで、こういう持ち方をしたりとか、実銃の反動を抑える必要がないので、正中線上に体を置かなくて、肩をそのまま固定させた方が、ここのまっすぐは乗るよね、みたいな感じで、それを体を反らせたみたいな、実銃だったらそんな打ち方できないだろう、みたいなことで打った方が、オリンピックの競技としては点数上がるよねっていう持ち方があったりするんですよ。ただ本当に実銃でこんなことやったら、なんか指も上がるよねとか、バランス崩しちゃうよねってあるんですけど、なので、オリンピックのための射撃になっちゃってて、実際のその本当に銃も持たせたら強いのかっていうのはまた違う話になっちゃうっていうのがあるので、やっぱりその生身部門の無課金の人たちっていうのが興味あるよねっていうのは変わんないんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。